はい、実質です。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。というわけで、今回はですね、クラシギタートークシリーズで、原稿感と原稿調整を実演したいと思います。いきなりそこかよっていうね、そういうのってさ8回とか9回とかの順番でいいんじゃないのとかって思うかもしれませんけどね、実はここが核心だと思うよ。つうかもうそもそもね、うちのチャンネルはなんかいわゆるクラシックギター講座みたいなね、順番段取りをきちんとやるのはやりたくないんだよね。もうちょっと変態的にいこうと思うんでよろしくお願いします。まあ革新っていうのは本当で、楽器っていうのはね、この音を出す部分があっての楽器ですので、そこにまず触れていくっていうのはね、本当にバッチリなアイディアで、よくですね、他のいろんなギターやってる人から見て、クラシックギターってなんか交渉っぽいし美しい、音色が優しいし弾きやすそうでいいんだけど、でもあれ原稿高くねっていう意見が多くないですか。そういう拒否反応でね、クラシックギターは原稿が多分他のギターより高めなんです。で、なぜかわかりますか？あれね、それ結構理由があるんですよ。音色なんですね。この音色を深くするためにはちょっと原稿が高い方が有利なんですよ。こうなんていうの、こう押し込んで弾ける感じがね。原稿がないとこのビブラートなんかもペタッとしたってかからないですからね。ここのポジションのところのこのなんていうの、これはまあ触ってみないと分からないところだと思うんだけど、ペタッとしてるか、こうふっくらしてるかこれはね、やっぱりクラシックギターらしい音色を作るんですよ。ただ原稿を高くしちゃうと、こう和音とか弾きにくくなるのはまあそれは当然なので、どっちかって話です。今回はちょっとね、某先生から原稿を低くねって言われたんで少し上げる作業を今日は見せちゃうよ。でね、ついでに言っとくと、クラシックギターってね、このネックも太いっていうね、弾きにくいと思うでしょ。これもね、音色なんですよ。これよく見ていただくとね、この指板の方は黒いものが貼ってあって、これは硬い木です。木炭とか白檀とかローズウッドとか非常に硬い木で減らないようなものを貼ってあるんだけど、裏側のこの木ですね、ここは割と柔らかい木を使っていまして、うちのはこれはローズウッドじゃない、マホガニですね。多分9番マホかな。なんか昔はマホガキに行ってすごい高級キューバの宝石とかって言われたギターもあったんですけど、まあ今は安いギターとかにもガンガン使われてる、非常に柔らかくて育ちやすい木でも、本当にいい9番マホっていうのは非常に希少なんだけど、これがどこまでいいマホガニを使ってるかはわからないけど、かなりいいマホガニを使ってると思います。で、うちラミレスっていうスペインのギターなんですけど、特にね太いんですよ、ネックが。この辺がねで太くて持ちにくいっていう話はよくあるんですけど、でもこの柔らかいネックがこそがこのね、温かい響きを作るんですね。だからもちろんお好みで硬い木を使った細めのネック、あと原稿低め、そういうクラシックギターも選べば
見つかると思います。で、そういうギターの方が多分コンクールとかチャレンジするんだったら有利かもしれないです。メカニカルなことを優先してやりたい方はそっちの方に走るのもありっちゃあり。ただクラシックギターらしい音色を求めたらネックの太さや弦の高さはむしろプラスなんですよね。その方が音色が美しいです。だからそれはどっちを選ぶかはもうそれぞれの好みでどちらでもあるんだけど、ただクラシックギター弦高が低い方がいいとかネックが細い方がいいっていう単純な発想はね、実は違うんだっていうことは僕はちょっとねあえて言わせてくださいね。まあそれどっちを選ぶかまあそれぞれ自由で、ネックが太い場合はですね、ここのね自分で加工してこう木工ドリルセットとかありますから削っちゃってもいいわけないだろうドリルは男のロマンとか言わないでくださいよ。それはね、これはただの冗談。ネックはもういじれません。ただ弦高はいじれます。ここのね、ここがナット、ここについてるのがサドル。これはヤスリで削ればいいですから。でまあね、ある程度ちゃんとした自分の楽器は高級ギターだと思っていたらオリジナルを残す、これね高さ勝手に変えないでオリジナルを残すっていうのをやっていいかもしれません。オリジナルの全く同じ高さのコピーっていうのは楽器屋さんで作ってくれます。まあ安くないけど手作業になるからね、安くはないけどまあ作ってくれます。それを一本作ってでオリジナルは手をつけずにコピーでいろいろ高さを調節していくっていうのがまあ正しいやり方かな成功法としてはそれをお勧めします。まあでもね、コピーを残したからってコピーは使わない、オリジナル使うかって言ったらまあでもね、手放すときはオリジナルに戻して手放す方がまあ楽器の制作者のね本来の意図が残るっていう意味ではそれも大切なことかもしれません。でね、まあ削るのはまあ分かるでしょ、ね、紙やすいでねすごくこうやってやれば削れます。でこれまあね、工作の好きな皆さんはぜひ削って自分で弦高下げてもいいです。下げすぎちゃうとこのフレットとかに途中で接触してノイズが出たりします。それは気をつけてやってください。でもだからといってね削りすぎちゃダメっていうわけじゃない。削りすぎてもその対処方法がありますのでね、ぜひ今日はちょっとその辺を語っていこうと思います。でこの作業をするときにほらネットの人なんつったっけ、あの人みたいにね、まず用意していただきたいものがお酒。何に使うかっていうと、まず自分に注ぐというのもそうです。今日は真面目にね作業をするのだ。では作業に入りますが、弦の箱開けオープン。今日はプロアルテノーマルです。他にね今日サバレスカンティガーもあるんだけど、まあ今日はこっちにしときましょう。で弦に関してはねいろいろうんちく語ったらこれも楽器同様いろいろあるんですけど、今日はねそこはスルーさせていただこうと思います。あとねいいっすよ、これはいいっす。高音がすごくね僕は好きっすね。普通っていう意見も多いとは思うんですけど、12345 6OK。それではそうだ、これをぜひワインダーって言ってここに挟んでぐるぐるするやつです。でこれでまずねちょっと弦を外しますね。最近
パソコンが調子悪くて、でなんか OS のマイナーバージョンアップしたらいきなり具合が悪くなったんですけど、やっと理由が分かりましてね。うちのMac はフュージョンドライブっていうハードディスクをまだ利用している古いタイプで、デジタルキャッシュがかなり量があるので、うまい塩梅で調整しながら、よく使う部分はデジタルでキャッシュして、大量の容量稼ぐのはハードディスクでっていう、中途半端な時代の中途半端な移行期のパソコンだったんですけど、ついにそのフュージョンドライブ対応が OS でもう切られた感がありましてね、もう全然遅くなっちゃって、で本体のハードディスク入れ替えなきゃダメかなって、そういうパソコン屋さんのサービスもあるんですけど、作業だけで2万円ぐらい取られて、送料となんで、もちろんその交換の部分もっていうことになると結構5、6万取られそうだったので、やばいなと思ったんだけど、そこで外付け SSD にしちゃうっていうやり方を知りまして、で外付けしたらね、一気に爆速になりまして、はい、よかったです。謎解きフュージョンドライブで工夫する人ってあんまりいないかもしれないけど、もしいたら参考にしていただきたいと。こうやって巻いちゃってポイします。あれこれね、これがナットで、じゃない、サドルです。サドルっていうのはこれサドルですね。自転車のサドルと同じで後ろ側っていう意味でいいと思いますが、これを若干高くする作業なんですけど、コピー用紙を挟むんですよ。服切っていただいて、これどうしていいかな。いけそうですね。もうちょっとだけど、いっちゃおう。長さだけちょっと切って、映ってる人ないか。ここにね、サドルが挟まってるんですけど、これを抜いて、この薄い細い紙を、コピー用紙を小さく切ったものを入れちゃう。コピー用紙って厚さどのぐらいかっていうと、だいたい500枚の束で4、5センチじゃないですか。だから100枚で1センチ弱、10枚で1ミリということは、だいたいこれ1枚で 0.1 ミリですよね。そのぐらいは変わる。ちょっとそれで足りない感は残るかもしれないんだけど、2枚入れるとね、もう明らかに変わりますよ。 0.1 ミリ以上引いた感じが全然違っちゃうんで、1枚で様子を見るのがおすすめです。やるとしてもね。というわけで、これで大丈夫かな。こっちでね、大丈夫ですね。で、原稿調整終了。あとは弦を張っていきます。で、僕はね、いつも1弦から張っていくんですよ。高音弦の細い方が伸びやすいんで、後で調弦が速くなる。で、自分にはここを巻いて止めてしまう。歯でクイ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 っとやって、ここに結び目を作っちゃうんです。で、余計な部分を切っちゃう。これを先っぽに作っておくと楽っす。ただね、これがここの穴に結び目が入り込んでしまうと抜けなくなるっていう事故もあるらしいので、ちょっとそれは自己責任でお願いしたいんですが、でもね、この先っぽ結んどいてクリクリ1弦だったら3回巻いてピッてやれば、ここに引っかかって一番楽ですね。で、こっち側も見えます、映ってますかね。だから1回ぐらい穴を通して1回ぐらい巻いちゃう程度で、あとは巻き上げれば OK。 鉄弦だとこんな簡単にはいかなくて、ここをルーズにしてると巻き上げた圧力がかかった時にズルズルって抜けてっちゃうするんですよ。ナイロン弦はねムチムチしてるんで、そういうのは全然 OK ということで、このまま他の弦もいきますよ。サクサクね。どうだろう、
で、6本変えるのに10分はかかんないと思うんだけど、まあ編集でね、つまんないなと思ったら切りますんで、まあこういう作業も見ていただいてもいいんじゃないですか。1回上げてクリクリ3弦、よいしょ。3弦がね、一番なんかクラシックギターだとやりにくい、なんか引っかからなかったり抜けたりしやすいところかもしれない。こっちの結び布える方を3弦ね、2回くぐらせて落ち着けばいいんだけど、まあ今回落ち着くな。3回くぐらせ、強引にくぐらせる時もありますが、まあ今回は2回で出ました。こっちもサクッと折って軽く巻き上げて引っ掛けて止めておく。終わりだからですか。10回、10、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、まあ、10回軽く。で、次4弦いきますね。4弦ね、あれですよね。大合琴の4弦短いのでなんか批判を浴びてますね。何ケチってんだよって。あ、ごめんなさい。もうちょっと低音源はね、ここ結ばないで通します。こっちからね通して、こうね、勘なんですけどね、2回折るんですよ。この折る感じは最初は分かんないと思うんだけど、なんとなく2箇所折る。いい感じでいい感じでね、そうするとね、こうやってこう押さえる、わかる？こうしてここを押さえる。そうするとこんな感じで、ピント合う、止まってる。で、まあアバウトな止まり方でいいんですよ。後で巻き上げると落ち着いてくるんで。で、こっち側は、上側は同じ穴を通して、穴を通して、で、まあ1回巻いて刈り上げ。これ巻きがなんかね、スカスカの方をこっちにやると弦切れやすいんで、こっちにセットしてくださいと言わんばかりのスカスカの種類の弦が、先っぽがね、巻きがスカスカのやつがありますが、あえてちょっと急ぐとやっぱり雑だな後で直すか。でこんな感じでね、少しずつ低音が少しずつ出てる感じな。つうわけでなんだっけ、この自動音程確認装置。そこまでやったら僕はもうこの余計なものを潔く刈り取ります。残す方もいらっしゃいますが、僕はもうね、根っこから遠慮なく最後に今日の日付と、日付9月何日だっけおじいちゃん日付覚えてない。でプロアルテ、これをねメモしてギターの中に入れとくと後々いいですよ。自分がどういういつ変えたとか、どういう弦を使ってるかとかって分かりますんでね。
というわけで、お付き合いありがとうございました。健康感と健康調整でした。皆さん良いギターライフを。実施でした。ありがとうございます。